Hi, I'm Mr. Staniuchi. Thank you for watching my video. 今日はオンラインセミナーで経絡ヘッドケアを指導しているところをご覧いただきたいと思います。日頃私は大阪にいるんですけど、今回は東京の生徒さんに Zoom オンラインを使ってご指導しているところをご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。つながった？つながってはいます。OK。はい。ハロハロー。なんだ入れないんだろう、私の携帯。ー。まあ、何事も練習なので。ちょっとやってみます。じゃあ行きます。はい。はい。最初のおでこの警察が。すいません、小顔やってて忘れてた。そうだね。今のさっきの4点のところがちょっと広すぎるかもしれないね。ここですか？最後は外眼角の上なんで、もう一回ちょっとやってみてください。このおでこ、おでこ、おでこ。おでこ、はい。もうちょっと上。おでこの真ん中ぐらいなんで。こんなふうに。はい。はい。で、最後4点目が外眼角の上だから、あちょっと広すぎるかもしれないね。そこが4点になりますね。ここが4点目ですか？そうそうそう。じゃあここからか。真ん中は内眼角でいいよ。目の内側、ここで。はい。目の上ね。はい。で、瞳の上。瞳の上、はい。で4番目が外眼角。さっき4番目触ってみて。ここ4回目。4番目が外眼角。こんなくらいですかね。目の上ね。そこの上。それがここです。 4番目なんで、はい。で、その3と4の間、2と4の間が3です。20のここですね。それみんなよう間違うから、それ注意してください。それ全部一緒なんで。はい。わかりはい、ました。OK。はい。それはどこを狙ってる？頭の上でちょっとスーッとやってみて、どこを触ってます？この耳の後ろ、上から、後ろじゃないですよ。耳の前というか、側頭を狙ってるからね。こっち側です。そこで、そのまま前です。まっすぐ上ですね。まっすぐ上です。1、2、3。教科書通りはそこだけなんで、はい。だから指導するときは3回。はい。場所を間違えないように。はい。5、1、1、2、3。3。本当は実技やるときはもっとやってもいいけど、教はい。えるときはそこ3回にしてるからね。はい。ここつつかれるから、テキストで勉強してる人が来たら、はい、OK、次。はい。じゃあ、首だ。次ですね。盆の久保。失礼しますね。片方ずつ。はい。そうそう、体を動かして。そうそうそう。OK。その際をちゃんと抑えること大事なのと、天中、風地、寛骨の位置をね、しっかり確認して。こうか。はい。キワキワまで、そう。OK。
さっき後頭筋やね。あ、そうかそうか。これやってから。うん、大丈夫。うん。よし。ちょっと松田さん、その左手がもっとこういうふうにして、左手、左手、左手。左手。もう一回置いてみて、左手。うん。OK。はい、もう一回やって、外やって。1、はい。その時、左手がこうなっちゃってるんで、もっとまっすぐしたらええわ。こうか。うんうん。顔もこうで、覆っても構わないんで、そうそうそう。無理のこうで、ないように、ちょっとさっきのやりにくそうやったんで、こういうことですね。そうそう、やりにくいやり方はダメなんで、はい。はい、OK です。はい。シャワー派でしたっけ、中からですね。OK、OK。トレビアン。なんか忘れてるですね。うんうん。だいぶこなれてきたね。うん。だから、それ、久保川さん、もう一回やってください。今のとこ、2番目のとこ。2番目のとこ。もう一回、もう一回。縦にもう一回。うん、縦に。うん。もう一回、もう一回。その時、今1回目の時、それ、際なってないですか？際じゃなくて、後頭骨の際になってないですか？一発目が。ああ、はい。そうじゃなくて、それより1個、もうちょっと上。この辺。そう、そこから1。この辺から1。そうです、そうです、そうです。そこで際はやらなくていいので、こ OK の辺です。上がってくればいいってことですね。OK です。ここは側頭筋は、そう、そこからです。だからちょっと松沢さんも、ちょっと後ろになりすぎてる。耳の前からが3本目なんで。これはいそうそう、そつでいいんですか？ う、OK です。今ので、まずは、久保川さんのでおてます。1まずは、列。うん、やってください。そう、それでいい。松沢さん、そこチェックしといてね、また後。ここだってそれが3本目なんで、耳のこの辺からですよね。というか、ラインですね。ラインが正しいんです。ラインがここ。
1、2、ほんで耳の前が3本目。3本目。うん。OK です。あとは OK でした。はい。スタートも OK です。はい。その 2番目のところの最初のところが際じゃないですよってことです。この辺ってことそうです、そうです、そうです。この辺ってこの辺でいくってことです。そういうことです。はい、わかりました。OK です。はい。下すぎた。はい。戻します。すみません。はい、じゃあ、はい。いかがでしたでしょうか。このような形でオンラインでもご指導することができます。私は今までこういうやり方でオンラインを使ってアフリカのルワンダ、そしてフランスの方にもご指導してきました。ただ Zoom でご指導するだけではなくて、その前に教材でお勉強していただいています。当学院の教材でオンラインの教材で勉強していただいた後にこのようにオンラインでご指導するということもさせていただいています。今回参加してくださった方は実際に私が直接ご指導したことがある生徒さんなんですけども、オンラインだけでもご指導することを今までやってきましたので、なかなか大阪まで行けないという方はオンラインでも勉強していただけると思います。またこれからもこういう情報をアップしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。今日の動画いかがでしたでしょうか。参考になったという方はいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録のまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた。